こんにちは、なぎです。秋が深まってきましたが、皆さんお元気ですか？私は11月の個展に向けて慌ただしく準備をしています。今日は個展直前の画家の様子と、個展はどうやって開くのかについてお話ししたいと思います。ぜひゆっくり見ていってください。まず個展を開くためには、個展を開くぞと決めること、そして作品があることですね。今まで書き溜めたものの発表会としてでもいいし、一つ個展のテーマを決めて作品を作っていってもいいかもしれません。私の場合は YouTube で書いた作品が溜まっていたのと、これから書いていきたい作風がだんだん固まってきたので、それのお披露目として今回展示をしようと思いました。個展の開催を決めたら、次は会場ですが、一般的にはギャラリースペースで行います。ギャラリーには貸しギャラリーと企画ギャラリーがあります。貸しギャラリーは賃料を支払って、売上分はすべて自分の収益になるスタイルです。企画ギャラリーはギャラリー側が作家を選んで展示をします。賃料は普通ありませんが、売上をギャラリーとシェアします。企画ギャラリーは商業として成り立たないといけないので、ギャラリー側に選ばれる必要がありますが、もともと画廊に顧客もいるという強みもありますし、宣伝なども手伝ってくれたり、画廊と作家が二人三脚で展示をする感じですね。一方の貸しギャラリーはギャラリーのサポートはありませんが、自由度が高く気楽でもあります。ただし一人で全てをやる必要があるので大変です。売れる保証もありませんし、予算や作品の値段なども自分で決め、自分で宣伝します。大変ですがやりがいもありますね。今回私の場合ですが、茶寮花壇さんは貸しギャラリーとして大きく宣伝していたわけではありませんでしたが、地元の作家さんの絵や器などが展示されているスペースがあるのを前から知っていたので、オーナーさんとお話ししていたところ、この場所で展示可能とのことでしたので、今回ぜひお願いしますということになりました。以前もそうだったんですが、貸しギャラリーを探すというよりは、日常の出会いの中で自然とこの場所で展示したいなと思うところが見つかる感じでしたね。私としてはせっかくね展示をやるのであれば、関わる方と楽しく発展したいと思っています。そのためそこがどんな場所かとか、どういう方がどういう思いでそこに関わっているのかとか、そういったことを重視していますね。一応一般的なお話をしましたが、個展とか作家活動をしているといろんなことができる可能性があります。100人作家がいれば100通りの個展の開き方があるので、その辺も楽しみながら会場探しをしてみるといいんじゃないかなと思います。
会場が決まったら作品の搬入日を決めて、あとはひたすら制作です。思いを込めた作品を気の済むまで作ります。個展前にある大事なことは宣伝ですね。作家としてのキャリアが短い人は何もしないとなかなか個展に人が来ないので、 DM を作ったり SNS で宣伝します。 DM は個展の日程や会場、作品の写真を記載して、どういう展示なのか見る人に伝わるようにします。印刷会社はネット注文もできますし、注文してから数日で届くのでとても手軽です。DM ができたら来てほしいと思う人にどんどん送ります。あまり早く送りすぎても忘れられてしまうので、個展の 1,2 週間前くらいがいいみたいですね。知り合いのお店や画材店や美術館でも DM を設置させてくれるところがあるので、そういうところにも協力してもらってどんどん宣伝します。個展の時、結構時間を持て余すことがあるので、寂しがりの人は特にたくさん友達や知り合いの人に声をかけるといいと思います。まずは売れる売れないよりも、とにかく知ってもらうこと、行動すること、経験と実績を積み上げていくことで作家として成長していけると思っています。あとはお金の話ですが、企画ギャラリーの場合は売上は折半になるので、相場などを踏まえてギャラリーと相談して決めますが、貸しギャラリーの場合はそれも自分で決めなければなりません。初めのうちはもちろん安い方がいいですが、あまり安すぎても作家活動が続けられなくなるので、最低でもこれくらいで売りたいという基準が自分の中にあるといいと思います。その辺の駆け引きも勉強と思って楽しんだらいいんじゃないかなと思います。本当に何でもそうですが、人生楽しんだもの勝ちですよね。準備をして制作して宣伝をしたら、あとは搬入して思い切り個展を楽しみましょう。私もこれから楽しみたいと思います。